こんにちは。今日は大分県竹田市にある長湯温泉ラムネ温泉館にやってきました。以前に長湯温泉の長野湯に行ったのですが、長湯に行ったらラムネ温泉行かないとと言われ、今回やってきました。ここが温泉入り口です。ドライヤーは脱衣所になく、ここにしかありませんでした。靴を脱いで中に入ります。脱衣所はごく普通な感じです。胸温泉という名の通り、ここは世界屈指の炭酸泉なんです。地はこんな感じ。炭酸泉の露天です。洗い場は露天奥のサウナ横のシャワーです。石鹸などはそこでしか使えません。炭酸自体は体に泡がいっぱいついて強いですが、私が以前紹介した宮崎の極楽温泉とあまり変わりませんでした。今日は鉾岳登山の後に来たので、ちょっと疲れたのでぬる湯でゆっくりできたのは良かったです。ちょっと飲泉所見ていきましょうか。ぬるい。こちらは美術館も併設しています。風呂かなり混んでたんですよね。よく来てる人曰く今日は空いてるらしいですが、今日の気分にはちょうど良かったんですが、実は私基本ぬる湯苦手。ぬる湯好きの方にはこの源泉は最高だと思います。ここでチャンネル紹介です。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ここ空いていたらとってもいい感じなんですけどね。とにかく珍しい源泉ですね。長湯温泉は炭酸泉と炭酸水素塩泉が混在していて、全てが体に泡が付着することはないんですが、効能に違いはないらしいです。見た目ついた方が効くような気がするので、ここはそういう意味で演出がいいですね。私は極楽温泉でも泉質は違うけど同じように泡がつくので、混んでなくてそっちがいいかな。長湯温泉、他施設がどんな感じか気になりますね。では今回は日本半周山旅なのでフェリーで四国に向かいますよ。佐賀関から国土九州フェリーで四国に向かいます。九州四国間フェリーで最短ルートです。ちょうど昼時なので船に乗る前に大分の名物をいただきましょう。大分といえば関味関サバです。佐賀関フェリー乗り場にはお土産屋さん以外に食事できるところがあります。あるかなと思って覗いたのですが、さすがに置いています。関ぶりバーガーも気になるけど。3、2、1、はい。じゃーん、やっぱり関味関サバ丼ですね。海を見ながらいただきましょう。この先にある関味関サバ館に行こうかと思っていたんです。ここで十分ですね。いただきます。歯ごたえがある。すごく美味しいけど刺身がちょっと少ない。もう少し乗ってると嬉しいところですね。アジの方いただきます。甘い。値段が安いしな、仕方ないとこか。これには少ないかな。ネット販売が始まるまで売り場案内をしておきます。建物も新しく、トイレもとっても綺麗です。屋上には展望台があり、こんな感じで眺めることができます。チケットはここで買えます。土産売り場も結構充実していて、東京でなかなか手に入らないお酒とかもあって、とってもいい感じです。チケット売り場が開きました。13時の便に乗るには12時からチケット販売です。本当はネット予約してれば割引があるんですが、当日はネットで買えないんです。昨日買ってもよかったのですが、朝に保養ランド行って人気の回転寿司に行こうかと思っていたので、時間が読めないと当日でいいやと思ってたんです。別府からだったので宇和島運輸フェリーでと思っていたのですが、回転寿司屋さんがなんと臨時休業。じゃあさっさと四国に行っちゃおうと思ったら、9時45分の便を逃すと次は2時。時間も無駄になっちゃうし、運賃も高いしと、こっちのフェリーに変更しました。では車に戻って乗船です。乗船は15分前から始まります。車を駐車した順で前に進んでチケットチェックを受け、船に乗り込みます。
この便はマーチャのようですね。早めに来ていてよかった。指示通り車を止めたら速やかに客室へ移動します。ほとんどトラックですね。四国に渡るのは明日、東赤石山に登る予定なんですが、車で高速で行っても12時間ほどかかり、高速代もかかることを考えるとフェリーで行くのが一番です。トラックがじゃんじゃん乗ってきますね。はい、客室の階に到着。まずはデッキに出てみましょうか。ここはほぼ作業デッキですね。上の階に行ってみましょう。こちらの階は展望デッキになっています。船が大きくないからかそこまで広くはありませんね。では客室に戻って船内案内をしますね。まずは3階から。こちらは主に椅子タイプの客室ですね。船内図面です。客室は主に2階と3階になります。マッサージチェア室なんてある。こちらはトイレ紹介しますね。3階はトイレは1つのようです。奥には個室がありますが閉まってますね。展望室も同じくでした。2階に降りてきました。こちらも椅子タイプの客室ですね。乗船時間は1時間、あっという間ですもんね。売店にはお弁当、お土産的お菓子、自販機も。金額は普通です。カップ麺の自販機もあります。トラックドライバー用のシャワー室なんてあります。そろそろ出港です。動き始めました。九州ともまたお別れです。またすぐに来ますよ。大分からは別府から宇和島運輸フェリー、多賀関から今回乗っているフェリー、臼杵から宇和島運輸フェリー、牛オレンジフェリーと九州四国をつなぐフェリーがたくさん出ています。その中でも最短ルートで乗船時間が短く最安なのはこの国土九州フェリーです。乗り場降り場の都合ももちろんありますが、車だった場合陸地移動がそれほど問題でなければ最安でぐるっと山口回って移動するより最短で移動ができるのでいいですね。ゆうさは九州で宮間霧島を堪能したので後にしてこれから四国、関西、北陸と移動していきます。乗り場で食事を済ませたのはデザートタイムです。1階のトイレはたくさんありました。1時間なのであっという間に四国の方に到着しました。下船したら八幡浜黒湯温泉に向かおうと思っています。どんなお湯かな。温泉好きは楽しみにしていてください。国土九州フェリー乗り心地は時間も短いのもあるので問題はありませんね。事前に乗る日時が決まっているようであればネット予約しておくべきです。そうすれば割引もありますし、私のように早く来て並んでおく必要はありません。乗船者数はそこまで多くはありませんが、いい席は素早く取られちゃうので、乗ってる間にお弁当食べたいな、少し寝たいなと思う方は早めに客席に入っちゃった方がいいと思います。はい、到着しました。今日はまず温泉に入って東赤石岳の方に向かいたいと思います。九州四国間の色参考になりましたか？よければいいねしてくださいね。バイバーイ。船は案内に従って何も問題なく下船できます。次回は日曜18時、八幡山黒湯温泉と塩入山からの朝日です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。